ャワジャワファルコンの千秋です。安藤です。今日は大谷翔平を日本の宝という人気持ち悪いと SNS に投稿した、医者の炎上しとるんやけど、内容としては大谷翔平選手のことを日本の宝という人本当に気持ち悪いな。彼個人の努力をわざわざ日本という国に帰属させ、彼の功績をさも日本のもの、日本の手柄であるかのように言わんとする人、本当に気持ちが悪い。彼の偉業と国家とは無関係。個人の功績をいちいち国威に利用するなよ。気持ち悪い。とポストして、これが案の定結構炎上したわけなんやけど、結局この人もさ、国威に利用するなって発言あるけどさ、正直そこまで国民が考えて発言してないよな。そうメディアとかもこういうな、日本の誇りとか日本の宝っていう表現するけど、言っとる人はここまで国の手柄だみたいなことを思って発言してないっていうのが結論やんな。そうそう。ちょっとひねくれすぎやろ。この表現が気に食わんかった人のざれ言っていうかさ、この発言した人が木村友っていう医者なんやけど、自称医者。本当に医者なんか。一応。1968年カナダ生まれ。だから今年55歳なんかな。が、日大の医学部を卒業して、で、その学部卒業後、10年間消化器一般外科医として、診療。以後、総合診療、在宅医療に従事しとる人なんだ。ただ、その医者ならではの視点で、時事問題、政治問題についても、積極的に発信。新聞とか週刊誌にも、多数のコメントを提供しとるっていう、結構変わり種な人なんかな。で、現在千葉県、埼玉県の、医療機関で診療を行う。傍らこういうネットメディアとかにコメントとかを提供しとる、人なんやけど。本も出しとんだよな。そうそう、本も出しとって、どっちが力入れてるかわからんけど、医者の傍らこういう発言とかは、俺も気になってさ、いろいろ過去の発言とか見とったんやけど、結構偏った人なんかなっていうイメージはあってさ。そうだな。政治の問題に関する発言が多いよな。医者と言いつつも。ちょっと危なっかしいよな、なんか発言が。炎上狙っとんのかもしれんけど。大谷に絡めて、自分が言いたいことをさ、発言しとるだけな気がするよね。日本の宝っていう結構ありふれたワードやんか。そうやな。もう大谷に限らずさ、アスリートとかがさ、海外とかで功績残したらさ、日本の宝とか、住んどる地域の宝とかっていう、本当に使いやすいワードで、普段何気なく話しとる言葉をこの人はそこに噛みついて、それが国の国威に利用するっていう、なんか結構過剰な、そこまで噛みつかんでいいやろっていう反応しとるんよね。国威っていうのが国の権威と書いて国威。そうそう。でもこのポストが現時点で161万インプレッションで、コメント1800、いいねも 1.6 万か。だから反響はすごいよね。すごいよな。だから片方のさ、意見だけじゃ炎上はせんから、両方だから共感する声もあれば、否定的な意見もある。だからこれ滝沢ガレスにも取り上げられとるもんな。はいはい。別にこの人を擁護するわけじゃないけど、確かに日本の風潮って言ったらあれやけど、大谷がすごいイコール、日本人すごいイコール自分すごいみたいな思考のやつが言っておるのは分からんでもない。実際になんか見るし、そういうやつ。それは大谷の活躍がすごいだけであって、日本人がすごいって言うわけではないからな。もう学生の時とかにさ、有名人と知り合いってだけで、なんか俺すごいやろみたいなさ、そうそう。あなた方がになるやつもおったもんな。有名人がすごいんだって、知り合いであるお前は別にすごくないよっていう。そうそう。だからこの人も書き方は結構尖っとるけど、部分に注目すれば、それほど変なことは言ってはないんかなって思う。ただ、やっぱりそれ以上に国を巻き込んでの話になってしまっとんのが非難されとるっていう感じなんかな。特にネトウヨの方々からすごいコメントを寄せられとるような。それ噛みつくやろな。なんで素直にやっぱこの日本の偉業を称えれやんのかっていうのには目つけられるやろな。こんなんもう普通にさ、喜べばいいのにさ、わざわざそういうネトウヨの火種になるようなこと投稿してさ、で案の定炎上しとるからさ。で、確かにネトウヨもネトウヨよ。普段表じゃ言えんことここぞとばかり匿名でネットに、特に X とかに現れて。でも、これが炎上狙いやとしたら結構うまいっちゃうまいけどな。いい炎上とは言えやんかもしれんけど、ネトウヨを焚きつけるんが簡単に炎上する手法ではあるよな。確かに。左とか右でくくれるかわからんけど、どっちかっていうとこの発言だけ切り取れば、左寄りというか、リベラルな発言ではあるからな。この人言いたいことは、やっぱこうやって注目されて、拡散されとるから、成功っちゃ成功やろ。リプランとか見とっても、共感する人も一定数おるんよ。批判的な意見の方が若干多いような気はするけど。
そこまでその、日本の手柄とまで考えずに発言してる人がほとんどやろうっていう意見もあれば、大谷自身は日本生まれ日本育ちで、日本の高校野球とかプロ野球を経て、日本の環境を利用してここまで活躍してるわけやから、イコール日本の手柄でっていうのは間違ってないやろっていう意見もあるんよ。イコール日本すごいってなるのは普通やろっていう意見もある。ああ、まあそうやろ。大谷に対しての発言っていうこともあってやっぱ注目浴びとるからさ。今大谷ってやっぱりメディアとかも大谷一色でさ、一部では大谷ハラスメントって言われるぐらい過剰な報道があって、国民もさ、メディアとかに対する一定数のなんか非難はしとるのも見たけど。大谷を持ち上げすぎるがあまりに、大谷のアンチを生んどるっていうのはあるよな。ああ、そうそう、逆効果っていうのもあるよな。ニュース番組とかでも、スポーツのコーナーに入ると、大谷が活躍してようがしてなかろうが、大谷の尺が異常に長くてさ。長い。大谷が活躍してなくても、大谷のコーナーあるからな。で、大谷が出てなくても大谷のコーナーあるしな。そう。何かと。今日の大谷みたいなさ。で、そのメジャーでプレーしてる他の日本人選手もおるけど、その人たちは本当にさらっとやるだけで。そう、本当に大谷以外の選手が活躍しとるシーンでも。その何倍も長い尺使うからな、大谷選手のプレーとかで。野球やっとった俺でさえそう思うぐらいやからさ、野球やってない人とか野球興味ない人やったら本当にもううんざりするぐらいなんやろな。そうやろうな。他のスポーツのなんかサッカーとかそっちが見たいっていう人もおるやろうから、そういう人からすると大谷ばっかり尺使ってって。俺は野球やっとったから、多いなとは思うけど、まあ別に大谷の活躍で全然嫌な気持ちにならんから全然見れるけどな。例えば俺が全然やったことない協会のスポーツとかの特集で毎日そんな尺取られとったら、まあ確かに思うところはあるわ。もう確かにな。卓球とかでも外国でプレーする卓球選手が仮におったとしてな、なんか卓球の話ばっかりずっと持ち上げられたら、もういいわってなるような。早く野球のそう話になるよとか思うやろうな。でもやっぱり今国民の注目度で言ったら大谷の話題出しとけば視聴率とかも取れるからメディアとしては使いやすいんやろな。でもさ、大谷が活躍すれば日本がすごいってなる感情はまあわかるやん。うん、わかる。ただ、それで俺すげえって思うのはまた別やん。そう。そこでなんでイコールになるのかがわからん。もし、大谷すごいイコール自分もすごいってなっとるやつがおるんやとしたら、それは確かに気持ち悪いわ。気持ち悪いっていうかちょっと痛いよな。痛いと思うわ。痛い。例えば、日本のスポーツの舞台で外国人がすごい活躍しとったらさ、その外国人の国がすごいってなると思うよな。なるほど。対外的に見れば。例えば、相撲でさ、朝青龍がすごい活躍したからモンゴルに注目されたやん。モンゴルすげえなってなったやん。モンゴル。アメリカで大谷が活躍することで、まあアメリカとか北米全体では日本がすごいって思われとるかもしれんわけやん。だから日本すげえイコールまあ自分たちが誇らしくなる気持ちはまあわかるよな。なるほどね。で、例えば海外とか行ってさ、大谷の話題出されたらちょっと嬉しい。確かにな、同じ日本人として嬉しいわ。別にそれはあかんことではない。いや、気持ち悪いっていう、それを気持ち悪いって思うのは本当なんかひねくれとるなと思うけど、単純に嬉しいやんな。自分の国の人とか。まあ、例えば自分のな、身内とかから有名人が出たら普通にな、嬉しいし、誇らしくはあるわな。それこそ宝。一種の縄張り意識みたいなもんなんじゃない？こういうのって。一つのくくりでさ。まあ、せやな。コミュニティとして。自分たちの属するコミュニティっていう意識がやっぱ強いやん。なんか日本人って島国やから。これがアメリカとかやったら、アメリカって移民国家やからさ、アメリカ人がどっかで活躍しとっても、そんなに。確かに人種が、ルーツが違ったらそこまで一体感っていうか。多分アメリカやったらさ、外国で活躍してるアメリカ人って多分いっぱいおると思うんやけど。いっぱいおる。だからってアメリカ人がすごい誇らしく思うっていうとそうはならんような気がするような。個人主義やからかな。日本人はもう、日本には日本人しかおらんから、同一民族やから、やっぱ日本人が外国で何か名を上げれば誇らしく感じるんじゃん。逆に日本人が外国でなんか悪さして犯罪とか犯したらさ、すごい叩かれるやん。日本の恥やみたいな。叩かれる。それも同じなんかなと思うわ。そういうくくり、国というさ、単位でくくるっていう意識が強いやん、日本人って。例えばさ、日本に来てる中国人観光客がさ、仕掛けたりしとるとさ、もうイコール中国は最悪な国みたいなさ、風潮になったりするやん。なる。でも実際には、鹿を蹴った観光客の中国人個人が悪いわけで、中国人みんなが悪いわけではないわけやん。まあそれ多分みんな分かっとると思うけど、なんか感情的には国っていう単位でくくって悪口を言ってしまうんや。多分日本人。特有な感じもあるけどな。中国とか韓国もそうかもしれんけど。
まあ確かにそうやんな。日本のくくりっていうなら、この人自身がさ、昔ポストで、日本の恥っていうことも使っとるらしいんやね。ああ、そうそう、使っとるよな。この人のその過去のポストを調べるとな。そういうところも炎上しとるっていうか、日本の宝っていう言葉に言ったら、日本の恥っていう言葉はどうなんやっていう、それも一種の種族意識っていうかさ。ちょっと文脈にもよるかもしれんけどな。日本の宝っていう言葉に対しては批判的になるくせに、日本の恥っていう言葉は普通に使っていくんや。一貫性がないよな。この木村友っていうこのポスト主、すごいマイナンバーカードについて批判しまくっとるような。河野さんのことめっちゃ叩いとるよな。逆にそのマイナンバーのあんだけ熱量があるのは逆にすごいわ。マイナ保険証に関するさ、ポスト連投しまくっとんのよな。一時期。そうそう。よくぞあんな一つの話題であんなに熱量持って何個もポストできるなって思ったわ。一応やっぱ医者やからかな。そういうんかな。マイナ保険証を私は作らないし、使う気もないし、さっさと廃止になればいいみたいなポストもある。そう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 。だからやっぱこの人が結構変わり者なんや。逆張り親父か、もしくは炎上ありきのこういうポストして注目浴びてやっぱ自分の言いたいことを言っとるだけか。左寄りの人やっていう風に言われとるけど、若干なんか保守的なマイナンバーカードのこととかな、河野さんのアンチやったり、右寄りな発言も言っとる通り逆張りなんかもしれんな。右とか左でくくらん方がいいんかもしれんな。そうやな。最近ネトウヨ多いよな。でも SNS 上で。多い。最近ほんとネトウヨ増えた気がするわ。今はもう、年代問わずいろんな人が SNS 利用するようになって使い方覚えてしまったんじゃない年配の人も。ネトウヨはな、中年男性に多いっていう傾向があるらしいから、ネットメディアの調査によると、平均年齢が42歳やったかな。それぐらいの男性が多いらしいよ。いや、あながち間違いじゃないと思うよ。ネトウヨが多いっていうのは、ネット上やと言いやすいからやろうな。外であんまりな、右翼的な発言するとやっぱ、煙たがられるっていうか、冷たい目で見られるからな。やっぱネットっていう匿名性で強い場所では本心が出るんじゃない。で、一つやっぱそういう同志が見つかれて、自分もって言って、そこでコミュニティが広がっていって、どんどん発言が強まってくるんじゃない。なるほどな。だから、こんなにネット上では高市早苗さんの支持者が多いわけか。多分、この動画が出るのは総裁選の後やと思うけど、今、この動画撮っとるのは総裁選の前なんやけど、高市早苗さんの支持者が異常に多いからさ、ネット上って、高市さんが総裁にならないと日本が終わるみたいな発言してるやつばっかりだからさ、やっぱネット上ってやたら右翼が強いよな。ネット、みんなこの人がなったら終わるって言ってるからな。それこそ高市さんがならな気が済まん連中しかおらんから。もう河野さんがなったらこの人もう発表するんじゃない確かに。個人的にはけど、この人今回のポストで興味出てきたわ。河野さんが総裁にもしなったら、この人見に行ってみたいな。どんな風になんか、どんなポストするんやろ崩壊するんじゃない俺個人的には大谷選手が世界で活躍しとるとな、誇らしいなと思うけどな、すげえなと思うし、純粋に個人的には応援したいなってすごい思うから。一日本国民として普通に大谷の活躍に対して喜べばいいと思うし、日本の宝っていうか地球の宝みたいな、全人類の宝でいいんじゃない？本当に唯一無二やろ。もう今後大谷と同じ活躍ができる選手が出てくるのもないんじゃない？やっぱり。実際メジャーに行った途端に活躍しとるってわけでもないやんな、大谷って。不調な時期もあったわけやから、そこをちゃんと活躍できる選手にしたメジャーの関係者もすごいわけやから、アメリカの宝とも言えるような、そうなると。まあ確かにな。大谷の活躍がすごい。で、我々日本人は嬉しい、誇らしい。やっぱ日本の宝っていう表現は全然変なことじゃないし、どんどん発信してていいと思うけどな。別に日本の手柄だと思ってないしな、みんな。そうそうそう、国威に利用してないやろ、誰も。言葉強すぎるやろ。そうしてないやろ、ほんまに。お前だけやわ、思ったの。なんでそんな課題解釈されなあかんねん。これもだからメディアのな、偏見報道によるものやと思うよ。洗脳みたいなところもあるしな。やっぱクリーンなイメージやからさ、大谷さんは。使いやすいよ。企業も。スポンサーの企業が大谷選手を広告塔に使っとったりするから、やっぱり大谷を取り上げれば、スポンサーが喜ぶし、見とる視聴者も喜ぶしで、やっぱ。そうやって社会は回っとんのか。しかもアメリカのメディアから映像を提供してもらったりしてるわけやからさ。確かにな。使いやすい。取材、なんか情報収集が楽そうやな。イメージだけど、ただの。確かにな。
使ってくださいで、それ流して、まあそれで金だけ払えば。国民が喜ぶ内容やったら切り取りやすいし、話題にもなるし、ウィンウィンなんじゃないか。で、大谷選手自身もビジュアルもいいしな。ベビーフェイスみたいな。俺らの親世代、特におばさまからの人気すごいよ。孫にしたい、子供にしたいとか。確かに年寄りからの受けが良さそうな顔しとるような。可愛らしい顔してるもんな、なんか。ある意味、その大谷が活躍することで、家族っていうか、の雰囲気が良くなる。それが、まあ、宝みたいやっていうの言っとる人もおったよ。大谷が活躍すれば、大谷のグッズも売れるし、視聴率も上がるし、日本経済にすごい貢献してくれとるっていう意味では、日本の宝やな。金を生んでくれとるもんな、すごい。それだけにやっぱこの人が大谷に噛みついたっていうか、まあ大谷取り上げてこうポストしたことは、日本国民の尺に触ったっていうのはあるやろな。大谷信者も多いしな。おいおい。でも、図らずも大谷の評判を上げることになってるよな、このポストも。大谷の知名度をまた上げることに繋がっとんな。あくまでこの人も大谷アンチっていうよりは、大谷のアンチではないな、別に。大谷を持ち上げまくる周りの連中に対するアンチやん。考え方がちょっとひねくれすぎやろっていうことやな。そうそう。そんな感じで、今日は大谷翔平を日本の宝というと気持ち悪いという SNS 投稿が炎上しとるという話をしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。